第1169話では、ハラルドがイムの放った禁断の技、ドミリバーシを受け、完全に鬼の姿へと変貌してしまう。ハラルドの体から黒い大きな角と鋭い牙が現れ、背中には黒い翼が広がった。わずかに残った理性の中で、ハラルドは自分の身に起きた変化を悟り、絶望の叫びを上げる。その場にいた禁衛兵たちに向かって、血を吐くような声で絶叫した。頼む。これ以上、誰も傷つけたくない。今すぐ俺を殺せ。禁衛兵たちは、ハラルドがすでに制御不能の鬼になってしまったことを悟り、覚悟を決めて一斉に攻撃を仕掛けた。鋭い槍先が次々とハラルドの肉体を貫き、硬質化した皮膚を突き破り、黒い血が飛び散る。しかし、それでもハラルドの体は崩れ落ちることなく、幾本もの槍を突き刺したまま、なお立ち続けていた。その時、ハラルドを見舞うために城へ入ったロキとヤルルが、ちょうどその場に到着する。次の瞬間、目の前に広がる凄惨な光景を目にしたロキの顔から血の気が失われた。父が兵士たちの槍によって貫かれている、その信じがたい光景に、ロキは思わず叫び声を上げる。やめろ、何をしているんだ、お前たち。怒号とともにロキは駆け出し、巨大な戦鎚を振りかざして禁衛兵たちを吹き飛ばしていく。禁衛兵たちは次々と吹き飛ばされ、壁や床に叩きつけられていった。しかし、ロキが父を救おうとするその刹那、ハラルドは苦悶の表情で叫んだ。やめろロキ、近づくな。俺は、殺されねばならん。ロキは困惑する。父上、何を。どうしてそんな、だが、その言葉が最後まで出るより早く、完全に制御を失ったハラルドが暴発するように方向を上げ、凄まじい力でロキの体を吹き飛ばした。重い音とともにロキは柱に激突し、床に崩れ落ちる。それを見たヤルルは、陛下、おやめください。と叫びながら前に出て、ハラルドを止めようとする。しかしその瞬間、ハラルドは床に落ちていた剣をつかみ、恐るべき速度でヤルルへと投げつける。剣は一直線に飛び、ヤルルの頭部へと命中。鈍い音とともに、ヤルルはその場に崩れ落ち、動かなくなった。悪魔の体となったハラルドは、ゆっくりと立ち上がる。槍によってうがたれた無数の傷が、黒い魔力に包まれながら、みるみるうちに再生していく。治っていく。こんな、化け物じみた回復力。禁衛兵たちは恐怖に顔を歪めながらも、最後の職務として再び槍を構え、震える足で突撃する。だが、気と化したハラルドは、もはや別次元の存在だった。振り下ろされた槍を片手でへし折り、兵士たちをまるで紙くずのように吹き飛ばし、一人、また一人と無慈悲に倒していく。やがて戦場には静寂が訪れた。倒れた禁衛兵たちの中で、ただ一人立っているのはロキだけだった。父と息子は向かい合い、その場に重く張り詰めた空気が流れる。その時、ハラルドは、万物の声を通じてロキに語りかけた。その声は、まるで直接頭の中に響くようにロキへ届いた。ロキ、聞こえるか。このままでは、エルバフが滅ぶ。私がこの力に飲まれれば、国ごと押しつぶしてしまう。だから、ロキ、お前の手で、私を、殺せ。その言葉を聞いた瞬間、ロキの胸は激しく締め付けられた。父を救うには、己の手で父を殺すしかない。その現実が、あまりにも残酷だった。ロキは震える手で戦鎚を握り直し、涙をこぼしながら叫んだ。父上、あなたの苦しみを、俺が終わらせる。必ず、この手で。そしてロキは力強く血を蹴り、鬼と化した父、ハラルドへと突進していく。渾身の力を込めた大槌の一撃は、ハラルドの胸を正確に捉え、その巨体を数メートル後方へ吹き飛ばす。ハラルドの体は分厚い壁を砕き、そのまま埋もれるように叩きつけられた。しかし、叩きつけられたハラルドは、瓦礫の中から、まるで何事もなかったかのようにゆっくりと立ち上がる。折れたはずの骨はバキバキと音を立てて元に戻り、
斧で割れた肉は黒い霧に包まれながらみるみる再生していく。嘘だろ、そんな速度で。ロキの顔に純粋な驚愕が浮かんだ。自分が全力で砕いた傷が何事もなかったかのように完全に消えている。不死の肉体、イムがハラルドに与えた呪われた力の恐ろしさをロキは初めて目の当たりにした。それでもロキは退かない。歯を食いしばり、再び大槌を構えて突進する。何度も、何度も、ハラルドの体を砕くように打ち続けた。だが、その度に傷はすぐに再生し、まるでダメージが残らない。その直後、ついにハラルドが反撃に転じた。覇王色の覇気をまとった一撃が放たれ、ロキの体は凄まじい衝撃とともに吹き飛ばされる。ロキは壁を砕いて地面に叩きつけられ、激しく転がった。全身に深い傷を負い、ロキはその場に倒れたまま動けなくなる。ハラルドはゆっくりと歩み寄り、足元に落ちていた一本の剣を拾い上げる。そして剣先をロキへと向け、そのまま突き刺そうと構えた。だが、その瞬間、ハラルドの動きがピタリと止まった。剣先がロキの目前で静止する。ハラルドの体が震え始め、表情が歪む。次の瞬間、彼は両手で頭を押さえ、苦しそうにうずくまった。イムの支配に必死に抗おうとしていた。わずかだが、意識を取り戻し始めていたのだ。ハラルドは歯を食いしばり、ロキの方へ顔を向ける。今のうちだ。俺は必死に抵抗している。この隙に攻撃しろ。ロキはその意図を理解し、痛む身体を無理やり起こして大槌を握りしめる。ハラルドは逃げず、両腕を大きく広げ、すべてを受け止める覚悟を見せた。ロキは歯を食いしばり、全力で大槌を振り下ろす。一撃、また一撃。重い衝撃がハラルドの肉体を砕き、骨が折れる音が響く。しかし傷はすぐに再生し、黒い霧が体から立ち上る。ロキはそれでも止まらない。より強く、より深く打ち込む。力をさらに込め、今度は覇王色をまとわせて大槌を振り下ろす。覇王色の衝撃は肉体の奥まで届き、ハラルドの再生を上回る勢いで体を削っていく。連撃が続くにつれ、ハラルドの再生能力は追いつかなくなり、これまで瞬時に塞がっていた傷が次第に閉じる速度を失い、ついには完全に止まった。そしてロキは全身の力と覇気を一点に集中させ、最後の一撃のため、大槌を高く振り上げる。これで、終わらせる。ドン。城全体が揺れるほどの衝撃とともに、最後の一撃が直撃。ハラルドの巨大な体は大地へと崩れ落ち、その口や傷口から、濃い黒煙のような気体がゆっくりと抜けていく。やがて、ハラルドの体を覆っていた核、牙、翼は音もなく消え去り、黒く染まっていた皮膚も、徐々に人の姿へと戻っていった。ハラルドがゆっくりと元の姿へ戻ると、ロキはすぐに駆け寄り、その体を支えた。父上、元に戻ったんだな。弱々しく微笑むハラルドを抱きしめ、二人は短く強く抱き合った。しかし遠く離れたパンゲア城では、イムがすべてを見ていた。ハラルドが支配から脱したことを感じ取ったイムの表情は、怒りで静かに歪む。そして冷酷につぶやいた。では、契約を破棄するまでだ。深海契約は裏切りを許さぬ。深海契約の破棄。それはハラルドを支配から完全に解き放つものではなかった。それは、契約の代償として、ハラルドの命そのものを奪う、即死の処分を意味する。あまりにも残酷な行為だった。ちょうどその時、ロキが父を抱えて立ち上がらせようとした瞬間、ハラルドの左腕に刻まれた深海の紋章が、まばゆい光を放ち始めた。ロキ、離れろ。ハラルドは苦しげに言うが、声はすでにかすれている。次の瞬間、ハラルドの体から黒い煙が立ち上り、皮膚は急速に乾き、肉体はみるみるうちに崩れていく。やめろ、父上。ロキが必死に抱き留めても、ハラルドの体はもう戻らなかった。数秒後、ハラルドは完全に力を失い、黒い煙とともに、干からびた亡骸だけを残した。
ロキはその場に膝をつき、父の亡骸を抱きしめたまま動かなかった。やがてエルバフの近衛兵たちが駆け込んできた。そして彼らが目にしたのは、王の死骸の傍らに、血にまみれた大土を持ったロキだけだった。ロキ、王を殺したのは、お前なのか。近衛兵たちは戸惑いと恐怖で声を震わせた。重い沈黙の後、ロキはゆっくりと顔を上げた。そして人々の疑いを受け止めるように、静かに言った。ああ、俺が殺した。王位を奪うためだ。すべて、俺の罪だ。ロキは、真実を語らなかった。本当のことを語れば、父が鬼になったことが広まる。それだけは許せなかった。ロキは父の名誉を守るため、自らが反逆者となる道を選んだ。彼は拘束されることを拒まず、残る人生を鎖の中で過ごす覚悟を固めていた。